はい、皆さんこんばんは。クロノアです。皆さんはいかがお過ごしでしょうか？私は最近ずっと気になっていたサムネイルを一気に片付ける時が来たと静かに決意を固めていました。でも決意をした日に限ってなぜか急に部屋の片付けを始めたり、久しぶりに冷蔵庫の奥をチェックしたりしちゃうのって、あれ、何の現象なんですかね。ということでついに、今日はサムネイルの画像の作成をしていきたいと思います。画像を、早速、前回のパート8用のサムネイルを制作していきたいと思います。サムネイルの制作は大きく分けて2つのステップであります。1つ目はどんな絵にするのかを決めること。そして2つ目は実際に絵を作ることです。絵を描くだけでも大変なのに、動画の中から面白そうな内容を引き出して構図を決めたりするのってとっても大変ですよね。そこで今回はこの工程を一気に短縮する作戦を考えました。まず動画編集ソフトを使って動画内で行われる会話の内容をテキスト形式で書き出します。次にその会話の内容を AI の先生に読んでもらって動画を見てみたいと思ってもらえるようなイラスト案を提案してもらいます。そして最後にその案を元にした画像の生成を依頼します。文章を読むのも面白い内容を構成するのも私よりずっと早くて上手な AI の先生ならものすごいスピードで素敵なサムネイルを作れてしまうんでは？ということでまずは動画の編集ソフトから動画の会話をテキストファイルにしていきます。といってもメニューから書き出し、テキストファイルに書き出しを選んでファイル名を決めるだけなんですけどね。はい、これでテキストファイルの書き出しができました。次にこのファイルをチャット GPT の入力欄にアップロードしてサムネイル案の提案を依頼します。サムネイル案を確認して足りない要素があれば申請を依頼したり、複数の提案がある場合はその中から一つを選んだりして最終的に一つの案を作ります。はい、これでサムネイル案ができました。あとはサムネイルの画風の参考となるイラストをアップロードして画像の生成を依頼すると、まさにイメージ通り？最終的にどういう結末になるのかわからないように配慮しつつ、何かができそうなイメージが伝わってくるとっても素敵なイラストになりました。よーし、この調子で他のパートも一気に。ファイルのアップロード制限ってあるんですか？できました。ついにパート1から8までのすべてのサムネイルが完成しました。皆さんもぜひ一緒に見ていてください。このイラストは特別な思いを込めて制作しました。クロナーのラボラトリーが始まる前の時間を切り取った一枚になります。きっといつかみんなを笑顔で照らす温かい輝きへと育ちますように。
これはホログラムウィンドウを作ろうとしていた頃の様子ですね。たくさんの試作品を作ってみたんですけど、うまくいかなくて、いくつもの AI にもトライした結果、ようやく今の形が出来上がりました。イラストの作り方にも慣れてきたので、今度はゲームプレイ動画用のエンディング画面のイラストを制作しているところです。撮影用の区画を作って写真を撮っているところですね。クロナンのラボラトリー用にもエンディング画面を作ろうとしたんですけど、 AI によって生成された画像の細部の調整には苦労しましたね。ようやくイラストの調整にも慣れてきたところで、一度これまでにできたことを視覚的に表現しようと思ってメニュー画面の制作にもトライしました。そしてゲームの配信なんかでよく見られるオーバーレイの制作を始めたのがこの頃ですね。最初はパート8用に作ったイラストなんですけど、最終的にはパート7用のサムネイルになりました。そしてこちらがパート8用に特別に制作したイラストです。これも私にとっては思い入れのある一枚です。新しいことにもチャレンジしてとっても大変だったんですけど、ちゃんとできてたらいいな。そしてなんとさらにロゴまで作っちゃいました。クローナーのラボラトリー、そのロゴイメージはこちらです。どうですか？めちゃめちゃかっこよくないですか？キャラクターのシルエットと電脳空間をイメージした光る配線が合わさって、まさに人とデジタルの融合が実現しています。このロゴとサムネイルを一緒に使えば、ラボラトリーシリーズの動画であることも一目瞭然というわけです。あとはこれを動画に設定して、あれ？もしかしてこれから動画にサムネイルを設定したとして、その後初めて最初から動画を見てくれた方がいたとしたら、その人にとっては全部最初からサムネイル画像があるってことですよね。パート9でサムネイル画像を作り始めるのって話が矛盾してしまうのでは？これじゃタイムパラドックスじゃないですか。じゃあ今回作ったサムネイル全部お蔵入りってことですか？やだー。